皆さんこんにちは。満腹満点の満腹です。本日は満腹満点がキャンプ道具の購入の際に失敗しないようにどのように選んで購入しているかをご紹介します。僕たちは他の動画でも見ていただいている通り、結構頻繁にキャンプ道具を購入していて、数々のですね失敗をしてきました。それをまとめた買ってはいけないキャンプ道具という動画はおかげさまで約9000回現在再生されておりまして、まだ伸び続けています。このことから分かるように、多くの方がキャンプ道具の購入で不安を持っておられるようです。なので失敗してきた僕たちが失敗しなくなった方法とか考え方をご紹介したいと思います。さあ、というところで本題に入っていくんですけども、初めましての方はですね、ぜひチャンネル登録していただいて満腹満点を応援していただければと思います。よろしくお願いします。そしていつも見ていただいてコメントをくださる皆さん、本当にありがとうございます。コメントでね、皆さんと交流できるのがすごく楽しいですので、これからもよろしくお願いします。そして最後までですね、ぜひ見ていただいて、でためになったなと思う方はですね、ぜひ高評価の方よろしくお願いします。今回の動画はですね、3本の構成でお送りします。1つ目が購入を失敗するパターン、2つ目が改善案、3つ目が、購入をする時にですね、僕たちが使っているちょっとテクニックみたいなものをですね、ご紹介したいと思います。それでは、早速ですね、第1部に入っていこうと思うんですけども、失敗のパターンですね。僕たちは購入して失敗してってしていくうちにですね、ある2つのパターンがあることに気がついたんです。まず根本的に考えて物が欲しくなるパターンなんですね。これは経験して実際に足りなかったからこれ必要だなと思って購入するパターンで、2つ目が雑誌とかネットとかそういう記事とか写真をもとに購入意欲、これがかきたてられて購入したいなと思うパターンで、この2つのパターンでそれぞれ心構えをですね、意識しておかないと失敗につながるなっていうことが分かったんです。まず1つ目の経験から購入を考えるパターンですね。これは使うイメージがしっかりとしすぎて、逆にですねお金を出した方がいいところでちょっとケチってしまって、ブランドとか価値っていうものをですね落として買い物をしようとしてしまうことがあるんです。例えばキャンプ場に行って焚き火ができなかったとします。だから焚き火台が欲しいと。でその時に、イメージ的に小さい焚き火台があればいいなって思った。で焚き火台を調べたらブランドが違うものだけど同じようなものがいくつかある。そうするととりあえず、間に合うから安いやつでいいやって買ってしまうんですね。すると安い分応用できなかったりとか、安かろう悪かろうっていう買い物になってしまうんです。逆に雑誌などから購入意欲をかきたてられるパターン、これはですねイメージをかきたてられすぎて必要としない機能を持った高機能かつハイブランドなものを買ってしまって使い切れないっていうことになりかねないんですね。当然なんですけど、雑誌とかネットで上がっているような写真に使われている商品っていうのはメーカーとか、ブランドの会社がですねプロの写真家の方に依頼して人が買いたいと思わせてしまうような写真の撮り方をしてるわけですね。しかも大体その製品一つだけの紹介ってなかなかなくて、例えば雑誌とかだったらこの商品が置いてある、テーブルがすごく映えてたりとか、テントの中に置いてあるその商品がすごく映えて見えたりっていう素敵なグッズに囲まれたキャンプの中での写真だったりするんで、自分もこんなキャンプができるんだとかっていう風にイメージがすごく膨らんじゃって、必要以上なですね機能を持ったものを買ってしまいがちなんですよ。これが僕たちが購入して失敗した時の購入のパターンです。それでは第2部に行きますね。改善案です。どういう風にしたら、そういう買い物を防げるかっていうことですね。さっきのパターンを思い出していただきたいんですけど、経験から必要最低限のもの、安いものを買ってしまうというパターンの時、こういう時はですね、経験して必要だと感じたものはちょっと高めのもの、ブランド製のものを買いましょう。なんでかっていうと、実際経験して必要だって思ったものはまた次の機会に使っちゃうんですよね。そうするとこれからたくさん使う可能性が高いであれば、耐久性とかもしくは修理保証とかっていうものも含めてブランド製の方が安心なんですね。で耐久性があるっていうことは結局のところ長く期間を使うので、十分にその商品が持っている機能、高機能っていうものを使い倒せるんですよ。ですから、経験から足りないと思ったものは少し割高な商品を買っておくぐらいがちょうどいいです。逆に雑誌などから購入意欲をかきたてられた場合、こういう商品はですねなるだけ一旦安いものを買いましょう。さっきもお伝えしたんですけど、いわゆるすごく購入意欲をかきたてられるっていうのはすごい楽しいキャンプができますよ、これがあればみたいな感じでアピールしてくるんで、これがあれば俺はすごい楽しいキャンプができるなって思い込んじゃうんですよ。
でも実際はその雑誌に載ってるようなキャンプをする場合っていろんな部品、いろんな商品がいるわけですよね。そしていろんな手間がかかります。だから雑誌とかネットとかに載ってるようなキャンプをする場合ってすごく難しいんですよ。なので雑誌とかで見て、あ、これ買いたいなって思った場合はその商品があることをですね想定して一度キャンプしてみてください。でもそれでもなお必要じゃんって思った場合はこれはパターン1と思っていただいて、しっかりちょっと割高なものを選んで買いましょう。こうすることによって僕たちはですね実際に買ったもの、これの失敗が少なくなってきました。余分なものを買わなくなってくると本当に必要なものにお金をかけられるようになるんで、必要最低限なもの、大事なものだけで快適なキャンプが送れるようになるんですね。結局荷物を少なくできたりとか、高品質なもの、いわゆるハイブランドなものとか、持っているだけでちょっと俺キャンパーだなって思わせてくるような商品でね囲まれるんで、すごくね充実したキャンプが送れますよ。最後に第3部、購入のテクニックみたいな話ですね。さっきも話した通り買うと決めた時なんですけど、割高な商品を買った方がおすすめ。ただし同じ商品であったら安い方が当然いいですよね。最近はやっぱり Amazon さんとか楽天さん、もしくはそのいろんな会社が公式ホームページを持ってるんで、そういうホームページサイトを見ながら安いところを選んでいきたい。そんな時僕は雑誌 Amazon、楽天、そして公式のオンラインホームページから選んでます。ただしですね、消耗品などはメルカリとかオークションサイトで購入することが多いです。なぜかっていうと、消耗品って結局例えば炭とか着火剤ですよね、こういうものって使ってしまうんでそんなに長い期間使うものじゃないですよね。その雑誌 Amazon、楽天、公式オンラインホームページとかで買う時なんですけど、まず雑誌、じゃあ僕はどういう雑誌を読んで参考にしてるのかっていうと、ガルビーという雑誌であったり、ファムという雑誌、あとはねシリーズではないんですけど、こういう雑誌みたいに単発で出ていろんな情報をまとめてるようなもの、こういう雑誌を活用してます。ガルビーはですね、僕Amazon の Kindle の読み放題会員になってるんですけど、そこでタダで読めるので、そちらいわゆる電子書籍ですね、こういう風にして読んでます。ガルビー、ファム、こういう雑誌はですねトレンドを意識して最新式のものがですねよく紹介されてます。シリーズではない単発のものは、販売されてコンスタントにずっと売れてる定番商品とか、ずっと長く使えるような基本的なものですね、こういうものがよく紹介されてます。それでは今回の内容は以上になります。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。この後もですねぜひぜひ皆さんコメントで交流しましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さようなら。Without eating, 'cause it ain't enough for two, and it's all for you, it's all for you.